男子と出かけたりとかないの？男子？あ、この前お兄ちゃんとコンビニでカレーパン買いました。いや、それは男子陆比还是那么喜欢装小傻。じゃあお兄ちゃんって女子ってこと？なわけあるか。どう？デートとかしたくない？ないですないです。相手もいないですもん。大家镜头上和镜头下肯定也都很不一样啊。なんで男子がどうとかデートがどうとかって話ばっかなんだろうね。天呐，帽子完全是一个很低迷的状态。リコマチさん、メイク直し入られます。よろしくお願いします。お疲れ様です。所有的姑娘都好漂亮啊，感觉。ルビーさんはあちらで少しお待ちください。ねえ、岩崎ちゃん。これ、コンシーラーで隠せます？あら、キスマーク？違くて、彼氏なんか髪フェチみたいなのがあって、仕事の前にやたら後つけようと。刚刚是谁说没有男友的？やばいですね、それは。台面上肯定会说没有啊。彼と同棲してもう4年くらいでしょ？引退したら結婚するんじゃないの？いや、結局30くらいにならないと厳しいよ。そういえば、アミちゃんってまだ歌舞伎で飲んでるの？私下啥都来是吧？好美啊这一幕。意外と彼氏いる子多いんだな、だった。アイドルは恋愛をしてはいけないなんて風潮は客側だけにしか存在しない。いかにそれがバレないように、匂わせないようにするかがプロ意識だと考える人が多い。アイドルは異性と食事をするときは必ず個室を選ぶし、ライブ会場から遠い店を選ぶ。YouTuber は交際相手の話をしないし、付き合ってる人とあまり表では関係性を見せないように気をつけている。多くの男性声優は結婚を公表していないし、女性声優はクリスマス用に彼氏いない感を出すための画像を事前に预制社媒照片。互いに関わらず生活を送るのは想像以上に難しい。難吗？并不難。それを考えるのが芸能人の仕事なのだけど、そんな芸能人のプロ意識も近年は少し変わってきている。それは恋愛報道の性質の変化によるものだ。SNS が普及し、タレントのスキャンダル記事が爆発的に増えた一方、一つ一つのニュースがとても弱くなった。スキャンダルがタレントにとって致命的なダメージではなくなり、今や熱愛報道を食らっても少し期間を置けば第一線に復帰できる風潮ができている。この風潮に心を救われたアイドルも多いはずだ。何せアイドルの熱愛報道というのは大抵大爆特爆，还有很多那种狗仔或者说是私家侦探吧。時に逃げ出したくなるほどシビアで残酷な場所だ。天哪！この子やめちゃうんだ。最近売れてきて調子いいグループだったのに。カナ马上要陷入大危机了呀！売れてるとか関係ないでしょ。曼曼好可愛。向いてない子はいるのよ。どんな仕事でも自分の人生と合ってないと感じれば苦痛でしかないものよ。カナ已经真的破防了。暗い顔して。どうしたん？話聞こか？久々飲みにでも行くってカナちゃん18歳だった。知心姐姐们。ごめんね。気にしないで。しばらくそっとしておいてほしい時期なのよ。哦天哪！马上去找阿宽啊！
箱にキモいメッセージとか飛んできたのか。什么什么东西？このままじゃかなちゃんピーコマチやめるかも。他想让阿夸去安慰卡娜吗？但是阿夸いろいろ言うけど本心はなかなか表に出さないでしょ。いつも憎まれ口叩いて思ってること悟られないようにごまかすのにさ。だけど最近のかなちゃんはいつも思い詰めた顔してて結構イエローシグナルだと思うんだよ。Mam 就是很关心所有人，好吧，甚至有点老好人的感觉。できる限りのことはしてるよ。けどきっと私の言葉じゃ響かないんだよ。ルビーも今はあの調子だし、かなちゃんをどうにかできるのはさ。有馬のことで俺に頼るな。这倒也有，也对吧？毕竟他不想藕断丝连。但是他之前推了卡娜这个事情，难道不需要解释一下吗？而且阿夸也有女友吧？これ以上かなちゃんを傷つけたくないんでしょ。对，至少不要做出再误会的事情，解开误会好吗？かなちゃんはきっとアクタンのためにアイドルをやってる。君が誘ったからこの道を信じたんだよ。阿夸不知道吗？アイドルになった。君が彼女をこの世界に引き入れたんだよ。因为他要成为阿夸的推啊。少しでいいから向き合ってあげてよ。一去不复返了呀，卡娜。Mam 可能也确实觉得，毕竟是阿夸把卡娜带进来的，是他是这个根源，所以呢，他脱离不了干系。即使现在阿夸有女友，也还是想让他去开导卡娜。すみません、有馬かなさんですよね。哦不。ちょっとまずいことになったわね。哦不，哎，一般都会好像发给经纪公司来索要那个封口费之类的吗？不过刚那个照片其实没有很垂吧，只是站在一起。島正則監督とのご関係についてお伺いできればと。慌了，週刊誌の記者。卡娜完全吓死了。もしかしてあの時の。先日お二人は連れ添ってマンションに入って行かれましたよね。島監督のスタッフはその前に帰っていたようですが、島監督は既婚者ですが、一晩二人きりで何をされていた？なんて言おう。有馬さん、この女性あなたですよね。なんて言おう。他也才18岁啊，面对这种事情怎么会不慌呢？这样真的会默认的好吧？这样真的就默认了。赶紧去找经纪人处理。天哪！気に入られたら演技の仕事もらえるかもよ。大丈夫だよ。島川さん全然軽い人じゃないから。被做局了，被做局了。
指示にされるの。だって私は何も。でも確かに密室の空間にのこのこ行ってあんな時間に男と二人で状況証卡纳真的要坏掉了。ピーコ町のみんな、事務所の人たちに迷惑。还可以挽救，这个时候经纪公司还是可以介入去处理掉的，应该。啊？啥意思？包也不要了？ええ、啊？どこに行ったかもわからなくて、ルビーのところに何か来てない？メッセージでも電話でも。すみません、ルビーさん今撮影をしてて、終わり次第聞いてみます。ええ、じゃあよろしくね。虽然，但是这已经给经纪公司带来困扰了。嗯。ダメだ、かなちゃん全然出ない。スタジオの方にも来てなかった。あいつ一度だってレッスンサボったことなかったんだけどな。私、探しに行ってくる。待って、ま何か当てがあるの？闇雲に探したって見つからないわよ。分かってる。でもじっとしてられないよ。哦，他不能没有 ma'am 好吗？又当这个知心姐姐，又出去找人，不管不顾的就这样子出去了。から詳しい話を聞かないことには対策の立てようもないっていうのに。今日はもう戻ってこないかもね。来るだろう。分かってないわね。あなたは例外かもしれないけど、18歳やそこらの子供ってね、普通肯定也冷静不下来了。他现在完全就是大脑当机了，已经。幼くて脆い子供たちを食い物にして責任と重圧を押し付けすぎている。子供たちの心と人生を壊しながらこの世界は回っているの。俺も出てくる。最低でもメムは連れて帰らないとな。あアイドルが男を好きになるとかプロ意識なさすぎるだろう。他现在就在大街上这样晃，可以吗？赶紧去找经纪人吧。完了呀，他。信じてたのに。今まで買い支えてた分のお金返して。他已经完全陷入到这种情緒幻覺中了。ファンがどういう言葉を投げつけてくるかなんて知っている。これか全部破おたそつします。キモいマジ無理。売春詐欺師風俗嬢。早くやめろ。視界に入れたくない。今頃男によしよしされてるよ。アイドルなら最後までプロでいてほしかった。お前らが信じて出した金で男とデートしてました。ない子だと思ってたから押してたのに。シンプル。人生に問題が。我天呐，这也太窒息了。業界にしがみつく手段としか見てなかったんでしょ。嗯，这么说也有实话在吧。たくメムのやつ。何の打算もなく無駄な会話できる人間って俺の周りにはあまりいない。
その点有馬なら这段真的已经过去好久了。でもまあ、そういう相手に選んでくれたってのは悪い気はしないかな。唉，那阿卡内呢？哎，我真是。この仕事辞めたら全部許してもらえるかな。結局、私にはアイドルなんて無理。他从上一集就已经开始破防了，感觉要被这个团体边缘化，然后他现在又没有那些就是别的工作。みんなが思う理想のアイドルと私は程遠い。ファンのためみたいな綺麗事を信じて活動できるほど純粋でもない。清純派なんて私からも当然，可能能做到那么纯粹也很難吧。どうにかしなきゃってあがいた結果がこれ。どうしたらいいの？わからない。誰か教えて。ありのままの有馬かななんて誰も求めて。这种时候更容易陷入内耗了，自己所有想的这些全都是负面的。向いてない。向いてないんだ。然后我还是很心疼啊！我天呐。哦，真的吗？真的就是这种剧情吗？今なんて言った私。自分がしんどい時だけ男にすがろうとしてる。对对，それはさすがに。不要这个时候再去想其他人了。自分を慰めてる。こびてこびて誰かに許しをこうて。但是他意识到这一点，我又觉得很好啊。释放一下压力吧。啊？这个恨粉倒不必要吧？这要是被拍到可不好啊！啊！等一下，这会儿他又知道了。但他之前还那么……等一下，有些地方没问题，虽然转折有点生硬，但有一些台词我觉得是没有问题的，好吧？但是我等一下，这有点给我看理解了。阿胯就感觉有一种一会儿哇好了解卡娜，一会儿又好不了解卡娜。之前上一秒还在震惊啊，他是为了我当偶像的，下一秒就是啊，他不会这么脆弱。只有阿卡内在走主线吗？あそこだ。
女優よりこういう仕事の方が向いてたのか他也知道啊，没错，这就是阿卡内，我感觉他做什么都会成功的，好吧？哦，这是等一下啊，这一集的这个剧情我真的有点是不得不说吧，就是我也一直是挺反对这种有些未成年吧，就是进入这种娱乐圈啊。演员可能还好点儿，但是爱豆真的是，因为就算给了他们非常多的指导啊，但是他们在这样子的年纪，就是会面对很多事情，无法有很坚定的内心，或者说是很好的应对方法。即使他们已经系统性的培训过了，那也还是存在这种大脑当机。康纳这一集没有对记者吐露出更多可能还稍微好一点，那更糟的可能还会说出一些更不该说的话之类等等的话。这样子年纪的孩子把他们放在这种聚光灯下，我就是觉得这真的就很不健康吧。那当然也会有人说，哇，那当爱豆就是尤其是出了小名，那赚的也很多啊。虽然说可能确实如果没有一个强大的内心，就不要去做这一行，但是这集出现的非常多，就是对于他们这些爱豆的一些诋毁啊，包括就是粉丝们的这种斥责啊，都是无比真实、无比窒息的。我还是觉得在这种时候，就是面对这样17、18岁的偶像来说，还是有一些残忍的吧。当然了，自己肯定是必须要有这种爱豆的爱豆德，而且对于康纳来说，现在真的是不能再低谷了吧。就是对于他们的这个团体来说，他已经多少边缘化了。然后现在 Ruby 又就是事业就风生水起，然后呢，在反观这一边，他自己也没有接到更多的演员的工作，但是阿卡内却是事业爱情双丰收，他就完全陷入到这种自我贬低的心理去，然后不断的内耗。就是其实这个时候 Mem 在他身边是一个，还有他当然还有我们的经纪人，其实都是非常非常就是可靠的，可以给予他支持的。但是说实话 Mem 不管是之前就是去找阿垮，还是这一集也是直接跑出去要找到现在不知行踪的 Kana，但是好像在 Kana 这里，就是 Mem 不管是 Mem 还是经纪人，好像在他心里都没有很重要的，没看出来他有非常的重视他们吧。虽然康纳也是已经做到这样的地步，才回头一想啊，我给经纪公司也带来了麻烦等等，但是我在这一点上我也不想再多过苛责了。后面的这一段剧情我真的很难崩，就是主要是在于帽子他自己就是蹲在这个地方，然后又开始自我的这个控诉，其实看到我还是很心疼的，结果又一转又就是莫名就开始说阿垮，说什么救救我阿垮，我真的就是这个我真的有点受不了了。就我只能说还好我对的孩子不完全只是这样子的内容，要不然我都不知道我怎么从第一季看到现在的。怎么说呢，其实在这个时候他前面的这个心路历程我其实也是很能理解了吧，就是他完全已经意识到就是自己跟这样子的环境，现在的这个爱豆的事业已经跟他不相匹配了，他意识到自己不适合待在这里，他想要有一个新的出路或怎样，这其实是一个很好的就是不管是改变还是说是寻找新的出路的一个起点吧。他自己也无法跟自己完成一种和解，他觉得没有人在意，没有人看得到真实的他。这里我不得不说，就是如果是娱乐圈的话，确实很难真的完全的就是把自己的真实一面体现出来吧，他一定是有多少表演加工包装的地方。如果真的想要就是做一个完全可以敞开心扉，做一个完全真我的一个状态体现在所有人的面前的话，其实娱乐圈确实也不合适。就不说这些，我觉得就看那也是可以在不断成长的路上，可能能找到一条就是可以更加舒适自洽的道路的。结果他来了一句救救我阿垮，我已经不想再说什么恋爱脑之类的吧，我就想当做我没有看到这个。反正过了2秒之后他马上就转变过来了，就是非常开始清醒的在斥责刚才的自己。当然我也能理解他可能听到自己这个心底的声音说出来之后，又马上觉得令人发笑，就是我怎么能再去依赖他人，祈求他人的原谅呢等等。后面又开始燃起来，虽然不知道在燃什么，但是就是他至少没有去顺着让阿
夸救他这条思路，我觉得很好。他马上就是怒吼一声，想要自己振作起来，也没有任何问题，我觉得也很好理解。但是他后面开始说就是骂粉丝这种，就是这个我又有点接受不了了，因为就是不论怎么样，就是之所以能有这样子今天的成绩，是绝对离不开粉丝的这个支持的。尤其是作为纯粹的 idol 来说的话，这真的就是纯在靠粉丝在赚钱，然后呢也因为这样他的事业才能持续下去吧。就是我真的觉得他应该多去珍惜身边真正在帮助他的人吧。他其实并不是真正的孤立无援的一个状态啊。到最后阿夸来了一句他没有那么脆弱，我真的是阿夸最后说的一句就是他身边卡纳身边有这些人根本就不需要他的存在，就是倒也非常的阿夸吧。就尤其在这个阶段，他已经是一种处于非常非常低的那种配得感的存在了。不管是阿卡内还是卡纳，他都有一种要远离的感觉了。虽然就是对于他上一集就是之前他推开卡纳这件事情，他至今都还没有解释，让我也觉得很诡异。但是他可能就觉得无所谓吧，就是觉得反正他也不需要自己，可能自己也马上要去做别的事情了，也要去斩断这些联系等等。他只能说阿夸这边他还有自己的内部问题需要去解决吧。那这期视频到这就结束啦，我们下期再见了，拜拜。